3、2、1ハローハローハローニコリオチャンネルのニックとりょうです。で今回はニコニコサロン2人パパ編です。はい、スタート。はい、今回のニコリオサロンのゲストは2人パパのみつんさんです。私たち実際そのみつんさんと知り合ったのは、かずえちゃんの5月にあったそのプライドマンスの YouTube ライブ、でその時からちょっと知り合いになって友達になって、SNS なんかインスタグラムの方でなんかメッセージを交換したりとか、いいね交換したりとかしてて、そうでなんかコラボというか、しませんかみたいなお互いの話になって、なんかその共通点として実は僕らも将来みつんさんたちみたいにサロガシ代理出産のことを考えていて、でももちろんそんな簡単なことじゃないし、いろいろね問題がねあると思うから、したいことたくさんあるしね。で僕らもいろいろ多分その大変なことを分かりつつ、先輩であるその2人パパのみつんさんにいろいろ質問していこうという感じのコラボレーションになります。でも実はパート1とパート2に分かれていて、でパート1はみっつんさんが僕たちに質問する。なぜかというと、僕らはその目指してるサロガシの旅に出るかもしれないというカップルなので、みっつんさんがそのサロガシの旅に出る僕らにどう思ってるのかっていうことを質問するっていう形になります。パート2で僕らがサロガシの旅に出るということでいろいろわからないことがたくさんあるので、それを僕らが聞くという形で動画の構成が今回あります。それではみつんさんお願いします。パート2ということでニコリオチャンネルの方で今みっつんさんはお子さんをサロガシでという形で持ってるので、それについて質問をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。引き続きよろしくお願いします。お願いします。で実際僕らは一人もその LGBTQ のカップルのお子さんを持っているという方に会ったことがなくて、でその5月のかずえちゃんのコラボライブでみっつんさんとちょっと関わることがあって、インスタグラムとか SNS をフォローさせてもらって、初めて見る光景がたくさんあって、もともと子供欲しいなと思ってたんですけど、さらに毎回見るたんびに子供欲しくなるというか、っていう気持ちになってて、実際僕はブログの方は全部ちょっと読ませさせてもらってるんですけど、それをベースでお肉と話しながら、みつんさんに質問を考えたのでしていこうと思います。お願いします。お願いします。いろんなゲイカップルがいろんな理由で決断をしていて、いくつかの例を出すとしたら、その片方が強く希望をしたりだとか、片方の親族から卵子提供を受ける場合、例えば兄弟が2人とも多いから女性の兄弟がいて、もう片方の精子を使うとか、双子を妊娠することもできるんだけど、片方ずつの精子を受精させたものを1個ずつ子宮に移植するっていう方法も一応あるみたい。だからそういういろんな方法がある中で、自分たちに一番適してるものを選ぶのがいいかなとは思います。考えさせられるね。そうね。実際大丈夫、りょう顔が真顔だよ。一瞬すごい真顔だって。いろいろ今回パート1から今流れて継続して撮ってて、なんか自分の想像してないことが結構たくさんあって、自分も勉強しなきゃなみたいな思って、この動画がもうやる前にさ、僕もちょっといろんなリサーチやってて、でもやっぱなんかいろんな法律的な点もあるし、科学的なものもあるし、やっぱちょっと情報不足だなと思って、やっぱこれからもし本当に子供が欲しいんだったら、これからもうリサーチが大事というか、あとそうだね、僕たちはラッキーなことにみつんさんから聞けて、だからそういうふうなまたね、そのエージェンシーの方とも話せたら、多分またいろいろ考えがねいろいろ膨らんでいくから、そういうことをしなきゃいいなって今思って、多分まだ多いなっていうか、そう大丈夫です。そうね、なんかでもその説明会とかうちらも行ったんだけど、ロンドンに住んでた時にね、やっぱアメリカのエージェンシーがやってきて、弁護士がやってきてとか、もうやっぱ知識がなさすぎて何を質問していいか分かんなかったんだよね。
まあ、だからまあそういうのに行くのにも少しこう予備知識があるとだいぶこう落ち着いていろいろ計画もできるだろうし、まあ、そういうもののためにね僕がこう書いたブログだとか本だとか、まあ、講演会とかもやってるんだけど参考に少しはなるかなと思って、やってます。代理母出産っていうのはそのいろんな人と契約をするわけなんだけれども、その代理母さんとまあ、インテンデッド・ペアレンツっていう、まあ、依頼者側の親たちの間で交わされる契約書の中でその出産後もコンタクトを取りたいかどうかっていうのは確認する作業がまずあります。僕らの場合はこう僕も代理母さんもたまにコンタクトを取ってその状況を話し合うような感じがあればいいねっていうふうに合意ができたので、今でも連絡を取り合ってます。だから年に 2,3 回テレビ電話スカイプとかで話もするし、それからまあクリスマスの時になったらお互いにギフトカードを送ったりとか、代理母さん自身ももうすでに2人のお子さんがいる女性だったので、そのお子さんにこう Amazon のギフトカードとかでなんかもう大きいから向こうは好きなもの分かんないからさ、そういうものの方がいいかなって言ってプレゼントしたりとか、あとは誕生日の時にプレゼントも送ってくれるし、こっちからは誕生日の時にその1年のフォトブックを作ってんだけど、年に1回誕生日に合わせてそれを送ったりしてます。今んとこ毎年続けてるかな。なんか義務ではないけど、ただ本当にこれだけ大きくなったよってこう見てもらいたいっていうのもあって、そういうコンタクトの取り方してますね。彼女の名前ステファニーって言うんだけど、ステファニーだよって言って、もうステファニーに産んでもらったんだよってことは言ってる。わー、それもうその4歳の男の子だと子供は女性のお腹の中から出てくるっていうのが分かるのね。もうそういう妊娠してる人とかを見るから、でこの中に赤ちゃんがいるとかっていうのも分かるから、じゃあ僕はどこから来たのってなった時にステファニーだよって言ってるステファニーが妊娠してる時の写真とかもあるし、それこそエコーの写真もあるし、なんかそういうのをこう見せたりして、まあ僕らパパたちは君に会いたかったけど2人だけではこう子供が授かれなかったから、まあ他の人の助けを得て君が生まれてきたんだよっていう言い方をしてます。子供が実は生まれてから言ったんだよね、電話で。すごいで生まれたよみたいなまあ実際そんなに明るくは言わずに、僕ももちろん緊張はしてたんだけど、それを伝えてからはこうメールで写真を送ったりとか、それから誕生日になったらそのさっきも言ったフォトブックを作ったものを送ったりとかで、その様子を見せて、僕は SNS もやり始めてたので、もうやっぱプライバシーのことは気をつけなきゃなって思いながらも、ああやってオープンにできることで家族も逆に安心してもらってるんじゃないかなとは思ってます。で最初に連れて帰ったのは2歳弱ぐらいの時だったかな。子供がびっくりするほど普通だった。もうなんかただの孫の顔見てもうデレデレみたいなもう普通で、うちの親父もおふくろも子供好きで、まあ、特に親父子供好きで、なんていうのかな、本当近所の子供とかの面倒見るぐらいそういう姿を見てたから、もうそれと何にも変わらないテンションで接してくれて、うちの息子も本当にもうすぐ懐くし、本当びっくりするほど普通だった。なんかよくさ、あれじゃない、いろんなドラマとかでもさ、結婚を反対されたカップルがさいてさ、もうお前家から出てけみたいな風になるけど、なんか子供ができて連れて帰ったらその孫の顔でもうやられたみたいな感じで、しょうがねえな許してやるかみたいな感じのさ、まあお決まりなステレオタイプな子だけど、まあでも本当にそういう感じだったなと思って。やっぱ実際にさこうなんないとわからないじゃん、何でも反応って。やっぱカミングアウトもそうだったし、まあ、もちろんねいろんな家庭があるから、なかなかこう全てそんなすんなりうまくいく家庭ばかりじゃないかもしれないけども、やっぱりそのさっき亮も言ったみたいに、まあ、カミングアウトと似てるけど、その誰か一人はそのちょっと家族の中にも仲間を作っておくといいかなとは思う。そうやっぱそう家族の中にもいろんな人がいる、いろんな考え方の人がいるから、まあ、この人だったら大丈夫かなっていう人にとかを誰か見つけておいて、でそれからだんだん広げていくっていうのも一つ方法かなって。
多分お互いにそうだお互いに僕らも仲間を作ったよね。仲間を作ってちょっと種をまいてそれささそう種まき種まきしてこ種まきうして徐々にね徐々にも囲ってね。そうあとでねそうすると立派な花が咲くと思うからなんかまあいろいろそういう意味での準備もね必要かもしれないね。難しく考えるのもちょっと嫌だけどなんとかねできることはしたいよね。確かにそうだね。あとまあどんな風になっても自分が決めた選択でこう責任を持ってやっていけば、まあ、自分がまずはこうそれで納得するだろうし自分が幸せだと思えるだろうしその姿があればその姿を見せることで親なり家族なりっていうのも納得するというかまあ幸せに思ってくれたり共感してくれたりすると思うんだよね。まあ、だからまずは自分の選択っていうのに責任を持って選んでいければ不安になることはないのかなって、まあ、今となってみればね僕もやっぱ不安だったけど今となってみればそんなような気がしてます。子育て本当に大変だよ本当にやるのっていう本当にやるのみたいな本当大変だよみたいなこれは僕らも言われてきたことなんだけどっていうのを本当にまあ聞きつつそれでもやりたいっていうならやっぱ不妊治療というか生殖補助医療を受けるっていうのは本当にジェットコースターのように大変なこうアップダウンがあることだと思うんだよね。精神的にも特にまあ女性に依頼して女性の体も使うことだから本当にそのことを考えることも含めてこう大変なことがいっぱいあると思うんだけど夫婦がいわゆる普通に自然分娩で子供を授かって産んでいく時もやっぱりその家庭を築くっていうのはその信頼を築いていくのと同時でやっていかないといけないと思うんだよね。それはもしかしたら愛っていう言葉に置き換えてもいいかもしれないし信頼っていう言葉で言ってもいいかもしれない。まあ、一方でそのサロガシーっていうのはこう夫婦だけで子供を授かるよりもたくさんの人が関わる生殖補助医療なので代理母さんだったり卵子提供者さんだったりドクターエージェンシーそれに関わる人とこう信頼を築いていくことが大切なんじゃないかなって思ってます。でそれをすることが将来生まれてくる子供との信頼関係をちゃんと築いていくことにつながっていくような気がしてます。それがあなたたちの家族の形になるだろうし他の家族とは違うかもしれないけど自分たちなりの選択と希望をでまあ本当にだから大変なんだけどでもその価値があるよって、まあ、今本当に4年半子育てをしてきて思うね。大変だけどねもう一回言うけどはい、ということでパート1からパート2という形でいろいろ夫婦にいるの貴重な話ができててか僕たちみたいな当事者でこういうの今からサロガシの旅に出たいなとかそういうふうに思ってる方もいると思うし視聴者さんの方で、逆にまあそういう女性の方でこういうゲイカップルがいるんだなとか LGBT カップルがいるっていうことをちょっと知ってもらって、なんかこういうふうに軽く思ってるわけじゃなくていろいろこういうふうに長いプロセスがあるっていうことを知ってもらうことが、今回の動画で、見せれたらなと思ってました。はい、じゃあ今回のゲストはニコリオサラのゲストはみつんさんでした。二人パパのみつんさんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、本当に貴重な話を聞きますね。そうだね。なかなかこういう機会がないんじゃない？そのサロガシーがやった人ともう話す聞きたいことを聞いてとかね。そう。僕ら唯一知ってるサロガシ二人パパっていうことだったので、本当にためになったし、本当にもっと勉強しなきゃいけないなと改めて思った。で、この間もこのみつんさんの本を頼んで買ってきてもらったのブログよりももっと中身のあるものだからこれを見てもっと勉強したいなと思いました。はい。そうね。2人ともこれからリサーチ情報収集してそうでもちろん僕らもまだレディーではないので全然レディーではないいろいろねいつになるかわからないけどそれを頭の中にね片隅に置きながら生活していこうなと思いました。はい。それではニコリオサロンの閉店の時間になりましたのでそろそろお店の方に進めさせていただきます。はい。でこれからもそういう LGBT 関係とか、イギリス関係、あとカップル関係もそうだし、あと僕もブログもやってるし SNS も2人もやってるので、よかったら登録の方をお願いします。で今回コラボした2人パパのみっつんさんの
SNS とか、 SNS ブログのことも概要欄にありますのでぜひチェックしてみてくだチェックしてさい。ください。それではまた次回でバイバイ。